お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回はね、いつもの道具紹介とは違ってこのチャンネルで初めてキャンプ場をね紹介していこうと思います。素敵なキャンプ場っていうのは、全国各地たくさんあるんですけど、僕自身こだわりがあるのがやっぱ景色が綺麗なところっていうのにこだわりがあるので、景色が綺麗なところっていうのを皆さんと一緒に行ってみたいみたいな風になっていただければなというふうに思うので、景色に関しては自信を持って紹介できますので、ぜひ行っていただければなというふうに思います。それでは行ってみましょう。まず最初に紹介するキャンプギア、まず、最初に紹介するキャンプ場っていうのは、ここのキャンプ場に全ての景色が集まっているんじゃないかなっていうぐらい、日中もそして夜も楽しめるキャンプ場になっています。そのキャンプ場っていうのがこちら。この景色が楽しめるキャンプ場行きたくなりませんか？このキャンプ場は田舎の風キャンプ場でして、長野県の上伊那郡にあるキャンプ場になっています。このキャンプ場は真夏でも楽しめるキャンプ場になっていて、標高が約 650m というところで、非常に真夏でも涼しいキャンプ場になっています。ちなみに標高が 100m 上がることによって約 0.6 度下がると言われているので、いつもよりも4度近く涼しい場所でキャンプができるっていう場所になっています。なので、今の時期は非常に快適なんじゃないかなというふうに思います。僕自身は10月に行ったので、夜が真冬じゃないかなというぐらい気温が下がったことを覚えているので、夜は防寒着が必要なキャンプ場かなというふうには思います。そしてサイトに非常に特徴的なところがあって、このサイトは段々になっている棚田を再利用されて作られたキャンプ場になっていて、プライベート空間のあるキャンプサイトになっているっていうところも一つの魅力かなというふうに思います。そしてこの棚田を一組が使えるっていうところで、非常に広くて好きな幕を自由に張ることができるので、周りに迷惑をかけたくないと思っているファミリーキャンパーさんにもおすすめできるキャンプ場かなというふうに思います。目の前に日本の有名な山、中央アルプスが見えるんですけど、誰にも邪魔をされずに一望できるっていうところは本当に唯一無二のキャンプ場だなと思っているところです。また施設的にも非常に充実していて、温水ができる水場があるので、洗い物をされる際にも非常に油が落としやすいなというふうに思います。そして、ゴミに関してなんですけど、捨てさせていただけることもできたので、持ち帰りたくないなっていうキャンパーさんにも非常におすすめできるキャンプ場かなというふうには思っています。ただ、注意点がありまして、このキャンプ場は4月から11月の末ぐらいまで空いているキャンプ場ですので、あと3ヶ月ほどで閉まってしまうので、今年見ていただきたいなというふうに思っています。そして何が一番おすすめできるかっていうと、満天の星空が現れまして、しかも下を見れば夜景が見える、星空と夜景が見えるキャンプ場っていうところで、もう景色が大好きなキャンパーさんにはぜひね行っていただきたいキャンプ場になっているので、ぜひ行っていただければなというふうに思っています。最近ですね、ありがたいことにアウトドアだけじゃなくて仕事の話とか筋トレの話とか、どんなものを食べているかみたいな、普段どんな生活しているんですかっていうアウトドア以外の質問も最近はよくいただくので、新しいチャンネルを作ろうと思って今回、用意してみました。こちらではもう本当に僕のありのままの日常を配信していこうかなというふうに思いますし、考え方であったりとか、どんなふうに今気をつけているかみたいなこともね発信していこうかなというふうに思いますので、ちょっとね興味がある方はぜひねこちらのチャンネルも遊びに来ていただけたらなというふうに思っています。続いて紹介するキャンプ場っていうのは、富士山が見えるキャンプ場になります。かなり有名なキャンプ場なので改めて紹介する必要はないんですけど、僕自身が大好きなのでちょっと紹介しようと思います。そのキャンプ場っていうのがこちら。この景色を見ればどのキャンプ場か分かった方が多いのではないかなというふうに思います。このキャンプ場っていうのがこちら。もうね皆さん知ってますよね。このねコアンキャンプ場っていうのはゆるキャンの聖地でもあるので、非常に人気のある
キャンプ場なんですけど、僕もねめちゃくちゃ好きなんでちょっと紹介しようと思います。もうね知ってるよっていう方は、次のねキャンプ場の方に行っていただければなというふうには思うんですけど、このキャンプ場の大好きなポイントっていうのはもう富士山が見えるっていうところは一つなんですけど、この富士山と湖をね一緒に眺めることができるっていうところが僕自身気に入っているところです。風がね収まると湖に反射する富士山をね見ることができたりとか、富士山がオレンジ色に染まっていく富士山を見ながら湖を見るともうね神秘的なんですよ。なのでこのキャンプ場はね年に1回は行きたいなと思っているキャンプ場になっています。そして見慣れている千円札の絵柄にもなっている場所になっているので、みんなが知っている千円札の絵のところに来たっていうこの達成感みたいなのもあるので、行っていただきたいなと思えるキャンプ場になっています。この湖の近くにテントを張ることができるっていうところもいいですし、なおかつ湖畔だけじゃなくて林間サイトも併設されているので、そのね日陰を確保しながら富士山を眺めることもできるっていうのもいいところかなというふうには思います。そしてこのキャンプ場に行くまでの道中にも富士山を眺めながらキャンプ場に行けるっていうところもこのキャンプ場の良さかなというふうには思います。注意点としては湖畔サイトに関しては意外とね傾斜があるので、ちょっと寝不足になりやすいっていうところは注意しなければいけないかなというふうに思うんですけど、湖と富士山を撮りたいので湖畔サイトに貼りたいと思って行くんですけど、サイト指定はできないので、いい場所はね設営されているってことが多いんですけど、湖畔サイトが撮れた時のやったった感みたいな感じもこのサイトでは感じることができるかなと思います。このやったった感は必要ないかもしれないですけども、撮れた時の嬉しさっていうのは感じることができるかなというふうに思います。続いて紹介するキャンプ場っていうのは、ここ日本なのかって思うぐらい素敵なね景色が広がっているキャンプ場になります。そのキャンプ場っていうのがこちら。この景色を見て分かった方もいると思います。このキャンプ場っていうのは来鳥沢キャンプ場になっています。このキャンプ場っていうのは標高 2280m にあるキャンプ場でして、周りが有名な山立山三山に囲まれているキャンプ場なので、海外感を感じれるキャンプ場になっています。また1泊1000円で泊まれるっていうところも非常に魅力的かなというふうに思います。そして登山をしてこのキャンプ場に行かないといけないのかなっていうふうに思われると思うんですけど、全然そんなことなくて、ケーブルカーとバスを使っていくので体力の消耗はそこまでないキャンプ場になっているので、登山の初心者の方にも楽しんでいただけるようなキャンプ場になっています。こういった標高の高いキャンプ場だとお風呂に入れないんじゃないかなというふうに思われがちなんですけど、なんとここにはね温泉があるので、汗をかいたら温泉にも入ることができるし、しかもその温泉から見える景色っていうのが奥大日が見えたりとか、お風呂に入ってても景色が楽しめるっていう非常に素敵な空間になっています。そして一番このキャンプ場でおすすめするのは夜なんですよ。夜がめちゃくちゃ綺麗でして、山の中なのでもう街灯がないので、もう星がこんなにも綺麗に見えるのかって思うぐらい星がブワーッと広がっていますし、キャンプ場を上から見れるスポットがあるんですけど、そこに行くとキャンプ場が夜景のように綺麗に広がっているので、夜景も楽しめて星空も楽しめて、日中は山々に囲まれた素敵な景色が眺められるっていうキャンプ場になっているので、ここはねもう先ほどの田舎の風キャンプ場と同じぐらい景色を楽しめるなというふうに思っています。ただこのバスを降りてからは1時間ほどは歩かなければいけないんですけど、そのね歩いている道中も景色が綺麗なので、そのね疲れがね吹っ飛ぶぐらい綺麗な景色を眺めながらキャンプ場に向かうことができるっていうところは非常に魅力的かなというふうに思います。キャンプ道具をね担いでいかなければいけないので、そういったねあたりの大変さっていうのはちょっと感じるかなというふうに思います。景色が大好きな方には是非ね行っていただきたいキャンプ場になっているので、今回紹介してみました。どんな装備でねまたね行っているかっていうのをね去年ぐらいから結構コメントをいただいていたので、またねバックパックの中身どんな風な装備で山の上に行ってるかっていうのもまたね次の動画ぐらい次の動画ぐらいには、ちょっと紹介しようかなというふうに思っています。続いて紹介する景色の綺麗なキャンプ場っていうのは、今回紹介するキャンプ場の中でも一番リーズナブルなキ
キャンプ場になっています。そのキャンプ場っていうのがこちら。海の綺麗な景色が見えるキャンプ場っていうのが福井県にある鮎川園キャンプ場っていうところです。海のそばでキャンプができるっていうキャンプ場は、結構ねあるとは思うんですけど、このキャンプ場のね一番の強みっていうのは本当にリーズナブルな値段っていうところです。このキャンプ場はなんとね、僕が泊まった時は800円で泊まることができて、なおかつゴミもね回収してくださるというところで、どういうことみたいな。じゃあ水場はないんかなと思ったら水場もあるし、トイレもないんかなと思ったらトイレもあるしっていう、なんかね施設充実してるのにこの値段で運営されているっていうのが本当にありがたいなと思っているキャンプ場です。なので人気です。駐車場は争奪戦になるので、駐車場が止めれないってなるとこのキャンプ場には行けないので、そういったあたりのスリルというかドキドキ感はあるんですけど、駐車場にね入ることができればこの値段でキャンプを楽しむことができると思うと非常にありがたいなと思えるキャンプ場になっています。海が見える非常に景観のいいキャンプ場になっていて、プライベートではね夕日が見ることができたんですけど、ちょっと動画を撮影する時には夕日をね眺めることができずに終わってしまったんですけど、ここはね夕日が非常に綺麗なキャンプ場になっているので、本当におすすめできるキャンプ場かなというふうに思います。キャンプ場の注意点としては、事前にね予約することはできないので、当日のね様子次第で入れるかどうか確約ができないので、そういったあたりは注意していかなければいけないキャンプ場かなというふうには思います。このねキャンプ場も期間限定のキャンプ場ですので、もう残り3ヶ月ぐらいで楽しめるキャンプ場なので、ちょっとね涼しくなってから行くにはぴったりのキャンプ場かなというふうに思ったので、今回紹介してみました。そしてですね、前回の動画で紹介した和歌山県のキャンプ場、キャンプした場所なんですけど、これに対してどこのキャンプ場ですか質問をいただいたので、このキャンプ場についてもちょっとねお話ししていこうと思います。このねキャンプ場はこういう名前のキャンプ場でして、友ヶ島に行くために一番近いキャンプ場どこかなと思った際にこのキャンプ場が近かったので、今回予約して訪れました。しかも景色が綺麗でして、キャンプ場からの景色というよりかは、キャンプ場から少し歩いたところの景色が本当に絶景でして、こんな風にね夕日を眺めることができて、もうねこの夕日を眺めながらねちょっとお酒をねいただいたんですけど、これが最高で、またねこのキャンプ場には行こうかなというふうに思います。施設がね結構充実していて、温水はもちろん出るんですけど、一番びっくりしたのがトイレなんですけど、トイレちょっと仮設っぽいトイレなのかなと思って入ったんですけど、トイレにエアコンがあってめちゃめちゃ涼しくて快適に好感が持てた、キャンプ場なので、そのねトイレのエアコンも非常に僕自身良かったなというふうに思っています。またこのサイトはフリーサイトがメインなので、区画にね制限されずにレイアウトすることができるので、本当にありがたいキャンプ場だなというふうに思いました。という感じでね、たくさんメッセージをいただいたので今回紹介してみました。これからはねキャンプ場についての質問もねどんどんとお答えしていこうかなというふうに思っているので、またね是非ね DM とか YouTube のコメントをねいただければなというふうに思います。続いて紹介する景色の綺麗なキャンプ場っていうのは、めちゃくちゃメジャーなキャンプ場を今から紹介しようと思います。全員行ってるんじゃないかなっていうようなキャンプ場になっています。そのキャンプ場っていうのがこちら。そうなんです。ふもとっぱらキャンプ場になります。もういいよっていう方はね次のキャンプ場を見ていただければなと思うんですけど、なぜこの時期に紹介したかというと、ダイヤモンド富士っていうのをねぜひ見ていただきたいなというふうに思ったので紹介してみました。ダイヤモンド富士っていうのは非常にね短い期間で見える景色でして、こんな風にね神秘的な雰囲気を出してくれる景色がねこの時期にしか見れないんですよ。なので改めてこのふもとっぱらを紹介してるっていうところなんです。もうね施設に関しては皆さんの方が詳しいかなとも思いますし、景色だけにこだわりがあるので、この時期にぜひね行っていただきたいなというふうに思います。このキャンプ場は、夕日よりも朝日の方が非常におすすめです。このダイヤモンド富士も朝日で見ることができるので、ぜひ早く起きて目に焼き付けていただきたいなというふうに思ったので、今回紹介してみました。僕自身もねこのダイヤモンド富士を見るために今年はねふもとっぱらに行こうかなというふうに思っているぐらい非常に綺麗な景色が見えるので、ぜひねふもとっぱらで会った際には声をかけていただければなというふうに思います。続いて紹介するキャンプ場っていうのは、湖が非常に綺麗に見えるキャンプ場を紹介しようと思います。
そのキャンプ場っていうのがこちら。そうなんです。この湖どこか分かりましたでしょうか。関西にある琵琶湖です。このキャンプ場のねいいところっていうのは琵琶湖のすぐそばでキャンプができる、しかもなおかつ平らっていうあたりが非常におすすめかなというふうに思います。湖の近くでするとちょっとね傾斜は感じやすいんですけど、このキャンプ場は比較的平らなので熟睡することもできて、なおかつ湖を楽しむことができるっていうところが非常に魅力的かなというふうに思います。また夏に行けばこう目の前の湖で泳ぐこともできるので、夏にもおすすめできるなっていうふうに思いますし、こう波の音が心地いいんですよ。なのでこう本当にぐっすり眠れるし、朝もねこう穏やかな琵琶湖の波の音を聞きながら朝起きるっていう、本当にね優雅な暮らしをしているんじゃないかなって思うぐらい非常に魅力的なキャンプ場です。このねキャンプ場のもう一つのいいところっていうのは大浴場がね近くにあるんで、こう泳いだ後に大浴場に入ってゆっくりしてキャンプを楽しむこともできるし、体が休める施設が近くにあるっていうのはありがたいなというふうに思います。景色の一番のポイントは朝日です。琵琶湖と朝日の綺麗な景色、何とも言えない素敵な景色なので、この景色は見ていただきたいなというふうに思います。ただ注意点としては結構しっかりと区画が決められているので、張れるテントの大きさっていうのは限られているかなというふうに思いますし、ペグに関しても砂浜なのでしっかりとペグが打てるような長いペグであったりっていうのは必要になってくるので、そういったあたりをしっかりと準備していけば最高なキャンプ場になるかなというふうには思います。初めてね琵琶湖の近くでキャンプをしたい方にはこのキャンプ場がおすすめできるかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。続いて紹介するキャンプ場っていうのは海外感を感じれるキャンプ場になっています。なんと日本の最南端にあるキャンプ場になります。そのキャンプ場っていうのがこちら。こちらのキャンプ場どこにあるか皆さん分かりましたでしょうか。このキャンプ場っていうのは石垣島にあるキャンプ場です。石垣島で唯一できるキャンプ場っていうのはこの井の田オートキャンプ場になっているんですけど、このキャンプ場は非常に良かったです。もう何がいいかっていうと、最初の入り口からこう南国感を感じれるキャンプ場になっているし、そして景色も最高なんですよ。このキャンプ場のそばにはこう浜辺があるので、そのね浜辺に行くことができて、石垣のね綺麗な海をね眺めることができますし、空港からはちょっとね遠いのでバスを使ったりとかレンタカーを使ったり行く必要はあるんですけど、オートサイトがあったりとかフリーサイトがあったり、いろんなサイトを選ぶことができますし、どのサイトにも本島にはないような植物たちが周りにあるので、それだけで非常に非日常感を楽しめるキャンプ場になっているかなというふうに思います。僕自身もう2回ほどこのキャンプ場にはお世話になっているんですけど、人もねそこまで多くなかったので、結構ねプライベート空間を確保されたキャンプ場になっているかなというふうに思います。石垣に行ってわざわざキャンプする必要もないんじゃないかなっていう声もね多分上がってはくるとは思うんですけど、やっぱりねいろんなとこでキャンプしたいっていう僕みたいなねちょっとこだわりのある方はいると思うんですよ。なので、今回紹介してみたので、日本の最南端っていうこの、ね、ネームバリューでキャンプしたいなって方にはねぜひ行っていただきたいなと。はい、続いて紹介するキャンプ場っていうのは富士山が見えるキャンプ場の中でも非常に穴場なキャンプ場になっているんじゃないかなと僕自身思っているところです。そのキャンプ場っていうのがこちら。この景色見たくなりませんか？この富士山が見えるキャンプ場っていうのがこちらの場所になってまして、テントからヒュッて見ると富士山が見えるっていうめちゃくちゃ景色のいいテント場になっています。こちらは富士山だけじゃなくて日本の標高の中でも第1が富士山で第2位の北岳が後ろにも見える場所になっているので、本当に贅沢な場所だなというふうに思えるテント場になっています。このテント場っていうのは2880メーターほどの場所にテントを張ることができるので、非日常感を楽しむことができます。しかもこの場所まで行くには自分の足で行かなければいけないので、めちゃくちゃ達成感もあります。っていう
こう達成感も味わえて非日常感も味わえて日本1位の富士山も眺められるっていう普段行っているキャンプ場に飽きている方には本当におすすめできるかなというふうに思います。注意点としては約5時間ほどは歩くことは覚悟しないといけないんですけど、ぜひこの景色を見ていただきたいなというふうに思ったので、今回紹介したんですけど、本当に僕がねこれまで景色を見てきた中でもこうトップ3には入る景色の場所かなというふうには思っています。注意点としてはやっぱりね体力が非常にいるので、この山に来てよかったなっていうのは本当に感じると思います。またこう第2位のね標高第2位の北岳に登れることもできるし、標高第3位の愛の岳っていうところにも行くことができるので、このね標高第2位と第3位をね同時に楽しめる、1泊2日で楽しめることもできるっていうところもこの場所に行くメリットはあるかなというふうに思います。また第3位のこのね愛の岳に行くこう稜線もこう絶景が広がっているので、この年になっても歩くだけでも楽しめるっていう経験ができるので、ここは本当に行ってよかったなというふうに思いますし、景色のいいキャンプ場に関しては自信があって紹介できるので、そういったキャンプ場をねまた溜まってきたら、皆さんにシェアしていこうかなというふうに思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。